今日はさつまいもの蜂蜜バターを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はさつまいもの蜂蜜バターを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今が旬のお野菜さつまいもを使った簡単おやつレシピをご紹介します。今回はですね、バターでさつまいもを炒めて、そして蜂蜜をかけて仕上げていきたいと思います。材料も少なくて作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、無塩バター、蜂蜜、塩、黒ごま。今回はこちらの材料で作っていきます。まずさつまいもなんですが、こちら1本でだいたい約 200g になります。こちらは目安にしてみてください。そしてバターですが、こちらは無塩バターを使っていきます。有塩バターだとね、ちょっとしょっぱくなりすぎてしまうので、無塩バターを使うようにしてください。そしてそこにね、ほんの少し塩を加えていきます。そうすることでさつまいもの甘みが引き立って美味しく仕上がります。有塩バターはね、もともと塩が入ってるので、有塩バターでもいいんじゃないかと思うんですが、有塩バターは結構塩味が強いので、無塩バターに少し塩を加えるぐらいがおすすめです。ただね、どうしてもね、有塩バターしかないっていう場合は、こちら塩は抜いて作ってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずね、さつまいもを切っていきます。今回ね、皮ごと使いますので、綺麗に洗って、そして水分をしっかりと拭き取ってください。ではまずね、両先端を切り落とします。そうしましたら、だいたい1センチ幅ぐらいになるように斜め切りしていきます。この時ね、さつまいもが硬いので、手を切らないようにだけ十分に注意してください。はい、このように切ってください。あとはね、こちらのさつまいもを縦に1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、こんな感じ。このように切ってください。では残りも同じように切っていきます。さつまいもはこのように切ってください。そしたらね、こちらのさつまいもはボウルに入れます。はい、こんな感じです。そうしましたら水を入れて、このまま5分水にさらしてください。そしてアク抜きをします。さらに水に浸していただくことで、さつまいもの変色も防ぐことができます。ただね、ここで5分以上水に浸してしまうと、さつまいもの風味もなくなってしまいますので、5分以上は水にさらさないようにしてください。はい、5分経ちました。そしたら一度こちらの水を切ってください。はい、このように水を切ります。そしたらここにね、ふわっとラップをしてください。そして1箇所ね、このように空気のね、出入り口を作っておいてください。こちらを電子レンジ 600W で3分加熱します。このように加熱していただくことで、水分も飛んでホクホクっとした仕上がりになるのと、あと時間も短縮することができます。ではこのまま加熱します。はい、3分加熱しました。そしたらラップを外します。この時ね、すごくね、熱い湯気が出るので、やけどしないように注意してください。こんな感じです。ちょっとね、水分が溜まってると思うので、一度こちら、ザルにあけたいと思います。はい、このようにザルにあけて水分を切ってください。ちょっとね、まだ水分がある時は、キッチンペーパーでね、拭き取りましょう。この時ね、さつまいも折らないように注意してください。このように一度加熱しておくと焼き時間も少なくなって時短することができます。ではこちらをね、今からバターで焼いていきたいと思います。ではフライパンで焼いていきます。まずフライパンにバターを入れます。そして火にかけてください。バターをね、半分ほど溶かします。はい、そして半分ぐらいバターが溶けたら、ここにさつまいも入れてください。そして全体に広げてバターをね、よく絡めましょう。火加減は中火から弱めの中火ぐらいです。このままね、少しね、焼き色がつくぐらいまで焼いていきます。できるだけ重ならないように広げましょう。表面をね、カリッと焼いていきます。広げたらね、一旦このまま焼いてください。はい、で1分ぐらいね、このまま焼いたら一度混ぜます。ちょっと裏返してください。このようにね、焼き色をつけてください。またね、広げて焼き目がついてないところをまた下にしてこんがり焼いていきます。あとはね、全体をちょっと転がしながら焼き色をつけていきましょう。は
はい、でこんな感じでね、ところどころ焼き色がついたら一旦火を止めます。そしてここに塩1つまみ、そして蜂蜜を加えてください。また火にかけて、そして今度はね蜂蜜を全体に絡めましょう。全体に絡まったら最後はね黒ごまです。混ぜます。これで OK です。このように美味しそうに仕上がりました。ところどころねこうやって焼き色がついてとても香ばしい仕上がりになってます。蜂蜜を加えた後ね加熱しすぎると今度は焦げてくるので、だいたい20秒ぐらい絡めればいいかなと思います。ではお皿に盛ります。はい、これでさつまいもの蜂蜜バターの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように焼き色もついて美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。美味しい。さつまいもがすっごくホクホクです。バターの風味が効いててすごく美味しいです。ちょっとねやっぱり塩が入ってるので、その分さつまいもの甘みが引き立ってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のさつまいもの蜂蜜バターのポイントです。まずさつまいもなんですけれども、生の状態で切るとすごく硬いので手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。そしてだいたい1センチ幅に切っていただいたら、その後水にさらします。この水にさらすことでさつまいものアクが抜けるのと、あとは変色を防ぐことができます。ただね5分以上つけてしまうとさつまいもの風味もなくなってしまいますので、5分以上は水にさらさないようにしてください。そしてその後ですね、電子レンジで3分ほど加熱して水分を拭き取ったらバターでこんがり焼いてください。さつまいもを動かしながら焼くとなかなか焼き色がつかないので、さつまいもを触らずにそのままの状態で焼くようにしてください。この焼き色に関しましてはお好みで調整してください。焼き時間に関しましてはもう電子レンジで加熱してるので、こちらは調整していただけたらと思います。そしてさつまいもに程よく焼き色がついたら、その後塩とあとは蜂蜜を加えてください。蜂蜜を加えた後ねさっと火にかけるんですけれども、あんまりね加熱しすぎると焦げやすいので焦がさないようにだけ注意してください。あとはお好みで黒ごまをかけて召し上がっていただけたらと思います。今回ね塩を少し入れたんですけれども、この塩を入れていただくことでさつまいもの甘みが引き立って美味しい仕上がりになります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はさつまいもの蜂蜜バターを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。